イスタンブル編スタートです。竹下通りみたいになってるの。日本語表記に翻訳することもできるし、この人なの雪降ってきてもおかしくないような150トルコリラです。めっちゃ高い気がする。60トルコリラ。ガラタ島について説明するんですが、美味しそうな天井になってます。あらー、すごい。毎回光りそうになります。おー、なんて、これで私もムスリムの女性に馴染むことができます。彼がね、ご馳走してくれました。本当にね、みんな優しいの。グランドバザール座ってます。寝てます。サウジアラビア。サウジアラビア。皆さんおはようございます。今現在私はですね、トルコのイスタンブールという都市にいます。きっと、トルコといえばイスタンブールって思う方もいるくらいね、有名な都市なんですが、ここのイスタンブールは人口が1566万人いる都市です。それでバルカン半島ではね、最大の都市とも言われています。で、ヨーロッパでもね、最大規模の都市圏の一つで、イスタンブール地域の人口は世界の大都市の地域人口の上位に含まれているみたいです。でね、歴史的背景をさらっと説明しますと、ちょっと読みます。お勉強。紀元前660年にビザンティオンとして設立されました。で、330年にはコンスタンティノープルとしてローマ帝国の首都となったみたいです。で、その後オスマン帝国時代にはイスラムの中心地となり、1453年に征服されました。でもね、以前のローマ帝国とかビザンティン帝国の時代はイスラムじゃなくてキリスト教発展の要だったらしいんですけどね、今ではね、1923年にアンカラが首都になっているんですが、現在でもね、宮殿とかモスクとかそういったね、歴史的な文化遺産が今でも残っています。イスタンブールの中でも結構ね、地域によって見どころが異なってくるみたいなんですが、ボスポラス海峡を挟んで西側がヨーロッパ側って言われていて、東側はアジア側って言われていて、ヨーロッパ側とね、アジア側で全然イメージというかその雰囲気が違うみたいなんで、これからね、いろんなところを散策していきたいと思います。今日私が探索するのは、ヨーロッパ側というような感じで、ヨーロッパ側でもね、一応旧市街と、新市街で分かれているみたいなんで、今回はね、旧市街から、回っていきたいと思います。それでは今回の旅イスタンブル編スタートです。はいはい。でね、今私がいるのはギュルハネ公園っていうちょっと大きなね、歴史的な公園になっているんですが、ここはね、トプカピ宮殿っていうところに隣接している公園になっています。で、もともとはね、ここね、オスマン帝国時代に王様が庭園として使ってたみたいなんですが、1912年にね、一般公開されて、今ではこういう感じで多くのね、観光客がここを訪れるような感じになってます。はい。で、公園にはね、その歴史的な、記念碑とかもあるみたいで、春にはね、チューリップがすごい綺麗に咲き誇るんだって。だからチューリップを見に、遠くからやってくる人もいるくらいね、すごい綺麗みたいです。なんですが、今現在はね、10月の中旬なんでチューリップちゃんいません。はい。じゃあね、今からここのギュルハネ公園からトプカピ宮殿に向かっていきたいと思います。はい。でね、そこにはね、イスタンブールって書いてあるなんかモニュメントみたいなものがあって、子供もモニュメントみたいになってます。ほら、石化しちゃった子供たちがたくさんいます。で、目の前ではほら、親御さんたちが甘やかしているというような感じですね。はい。あ、でこれも多分なんかの記念碑なんでしょうかね。あ、これサミの家にあったな。なんかトルコの歴史的なギターみたいなものなんだけど、でもギターができる人曰く全然ギターとはね、弾き方が全く異なるからすごい難しいみたいですよ。トルコの伝統的な楽器を弾いてるおじちゃんがいますね。もうここの公園にはちょっと見慣れない鳥がいますね。白い。でも足がペタペタして可愛い。ほら、真っ白なね、マシュマロみたいなほら鳥がいます。人慣れしてて、私が結構近づいても逃げていかない鳩みたいな感じです。ほらほら、草からこんにちはってしてるマシュマロがいます。はい。ギュルハネ公園の入り口にはこういう感じでポップコーンが売ってたりとか、スイートコーンが売ってたりしますね。スイートコーンは1本40リラですね。ちょっとね、私が見てきた中ではスイートコーンちょっとお高めかもしれないです。お、皆さんほら、イスタンブールもね、こういう感じでトラムがね、走っています。路面電車もうスレスレで結構ね、毎回引かれそうになります。実際私はあと2回ぐらい引かれてるんですが、今日も1回引かれたんですよ。そういえばほら、今どきますから今どきますからって言って、で間に合わなくて、右足引かれましたさっき。なんですけど、私はこの安全靴なんでね、いつも命を取り留めるというような感じです。はい。今ね、この城塞のようなものをくぐってギュルハネ公園から出てきたんですが、ここをね曲がってくるーっと行くと、トプカピ宮殿に着くというような感じなんですが、こういう感じでね、すごい石畳の坂道がね、イスタンブールにはめちゃめちゃ多いです。一昨日にねイスタンブールに着いたんですが、昨日一昨日はちょっと雨模様でね、観光をやめたんですね。で、編集の日にしてたりとかいろいろやることをやってたんですが、昨日まで新市街エリアの、ホステルに
泊まってたんですよ。で新市街エリアはねやっぱりこっちの旧市街よりもかなりこういうね急な坂道が多いです。みんな筋トレ中でございます。こういう感じで、たまには無酸素もね、取り入れて、太ももを鍛えていくと有酸素と無酸素のコラボでございます。はい、結構イスタンブールはねストイックな方が多いですよ。ほら子供から女性も、皆さん太ももを鍛えてます。こういうね石畳の坂の、両際にはお土産屋さんがあります。ポシェット1個がね20トルコリラで売ってますね。で、アンクネットかブレスレットみたいなものが45トルコリラで売ってます。壁にはね、緑が巻きついているというような感じで、はい、ハリー・ポッターのような世界観を演出しているというような感じでしょうか。ここにはちょっとお高めなレストランがあるので、私のようなねすごいお金を持ってなさそうな人は、目を背けて通らないといけないというような感じなんですよ。ほらこういうちょっとお高そうなところ、スタッフさんも私を見向きもしません。はいはい、今ねトップカピ宮殿に着きました。なんですがね本日ね火曜日なんですよ。火曜日はねトップカピ宮殿休みみたいです。はい、もともとね私トップカピ宮殿に入るつもりはなかったので外観だけねちょっと見て、さらっとね他の観光地に、移動しようかなと思ってたんですが、このような感じで、前にはこういうバリケードみたいなものが貼ってありまして、警備員の方がいるというような感じなんですが、トップカピ宮殿はねオスマン帝国のスルタンアフメト2世が建てた宮殿で、1453年のイスタンブール征服後に建面を命じ、1460年から1478年にかけて完成したみたいです。で約380年間にわたってスルタン皇帝の住居として機能して政治的な役割を果たしたという感じになります。はい。でね、宮殿内はね4つの庭園に分かれてて、ハレムとか、宝物博物館っていうのかなっていう感じで、結構なんか見どころがね4カ所によって分かれてるみたいです。1924年にトルコ共和国が設立された後、博物館として公開され、イスタンブール歴史地区として今は世界遺産に登録されているみたいです。パスポートと引き換えでね日本語ガイドの、音声ガイドを、無料でね貸してもらえるみたいなんで、パスポート忘れないようにしてください。はい、で今私がいたのがね、この後ろにある、タップカピ宮殿でしたっけなんですが、ぐるーっとね真横に行くと、ここがねアヤソフィアっていうねトルコを代表する大きなモスクなんですよ。なんですが今このような感じでね耐震工事してるんですよ。ほら私アヤソフィアなんかすごい綺麗なイメージだったんですが、耐震工事なのかな、なんか工事中ですね。修復工事中なんでしょうか。多分ねおそらくここから入って観光できるというような感じなんですが、でね困ったことにね私アヤソフィア無料だと思ってたのなんだけど、1年前までは無料だったんだけど、今ではね5000円近くかかるみたいです。いきなりの出費ちょっとでかいなと思って観光やめますが、はい、ここはね、どういうモスクかっていうと、もともとはね東ローマ帝国時代にキリスト教の大聖堂として建てられたんですね。なんですが、1453年にオスマン帝国がコンスタンティノープルを征服した際に、イスラム教の、モスクとして転用されたみたいです。今ではこんな立派なモスクになりましたが、館内にはね、昔から残されているキリスト教の壁画なんかもあるみたいで、それとともに、モスクのねイスラム教徒の方たちが読まれるコーランなんかもあったりだとかして、キリスト教と、イスラム教の融合というような感じですごいね珍しい、モスクになってます。アヤソフィアのチケットはここで購入できるんですね。詳しい値段25ドルでした。あれ25ドルなんか思ったより安かったかもしれない。アヤソフィア25ドルです。でなんか一応ヒジャブとかねモスクなんで女性の方は髪の毛を隠さないといけないのですが、忘れた方はね 1.5 ユーロで、そういった被り物を借りれるみたいで、音声ガイドが多分5ユーロっていうような感じですね。はい、すごい地上界にトドがいます。皆さんほら地上界にトドがいます。何の行列なんですか。なんかバーゲンでもやってんのかね。宝くじでしょうか。何なんでしょうか。向こうにもほらなんかパープルと黄色の可愛いトラムが走っています。ほら可愛い。こっちにも、なんかよくわかんないモスクがあります。ほらすごい大行列見て、ほらつらーっと。何の行列ですかこれ。皆さん気になりますね。アヤソフィアの入場口でした。あれなんでこんなみんな普通に並んでるわけ。無料なの。あれ違うよ、今日アヤソフィアさ、あれ無料なの。なんでこんな人が多く並んでるんですか。わからないんですが私。あれチケット持ってる人しか入れないよねさすがに。あれでもなんかチケット準備してるイメージないんだけど、普通に無料で入れるのかな。でもこの行列並ぶことは私にはできません。ごめんなさい。なんかずっとなんかペラペラ喋ってて皆さんも多分疲れてると思うんですがお付き合いください。アヤソフィアね午前中に来ないとこういう感じで行列になってしまうっていう風にね確かにレビューに書いてました。そうそう。私さここになんかモスクありますねとか言ったけど、これアヤソフィアでした。これも含めてアヤソフィアなんですね。
もう知識皆無。一応ここね、アヤソフィアと、ブルーモスクのね、スルタンアフメトモスクの中間にはね、こういう感じでちょっと小さめの広場があって、今ちょっと沈んじゃったんですが、噴水があります。でここも一応ね、スルタンアフメトパークっていう、広場になってます。でこういう感じでね、市内には定期的にゴミ箱があって、ゴミはねそこまで多く落ちてるイメージはないです。でああいう感じでワンちゃんが寝てたりとか、猫がねすごい多かったりとかっていう感じで、すごい街並みはねのどかです。ただ人がめっちゃ多いですっていう感じです。はい今ね着きました。ブルーモスク、通称ブルーモスク、正式名称はね、スルタンアフメトモスクと言われているモスクがね、ここの先を入ったところにあります。はい、このような感じで、ここがね、スルタンアフメトモスクになります。で今からね、私はヒジャブをかぶらないといけないですね。ほら、ここには可愛い猫ちゃんがいます。このような感じでね、どこにでも猫ちゃんがね座ってます、寝てます。はいと、こんな感じで私はインドで買ったね、このローブを装着しました。はい、これで私もムスリムの女性に馴染むことができます。ここのね、スルタンアフメトモスクは入場料が無料です。はい、外観このような感じになってます。大きなミナレットが1本2本というような感じで、正面に立っていますね。それでは私も行ってみたいと思います。すごい人だ。スルタンアフメトモスクやっぱすごいです。このなんか大きなモスクを目の当たりにした時の衝撃と感動すごいです。あららすごい。モスクについて解説しますと、オスマン帝国のね14代皇帝のスルタンアフメト1世が1609年から1616年、7年の歳月をかけてこのモスクを、建設しました。モスクの目の前からね周辺をくるっと皆さんにお見せします。はい、このような感じで、はい、ここのモスクはね、世界一綺麗なモスクと言われているみたいです。インドのアグラにあるタージマハルも世界一美しい形をしているモスクなんかも言われてた気がしますが、はい今ね館内に入りました。このような感じで今ちょうど中心部にね立ってます。天井はこんな感じ。中心部こんな感じですごい観光客が多いです。前にはこんな感じでね、男性が礼拝中というような感じで、女性はね後ろの部分で礼拝中というような感じでした。はい、このような感じで私は今日ねバトミでデニスからもらったハチャプリの靴下を履いてます。はい、こんな陽気な靴下で来てしまってごめんなさいというような感じですが。はいでね、ここなんで、ブルーモスクって言われるかっていうと、イズニックタイルっていうのがね散りばめられてるんですね。でイズニックタイルってなんでイズニックタイルっていうかっていうと、イズニックっていうね、トルコの、北西部にある地方で生産されていることから、イズニックタイルっていう名がついているんですが、そのイズニックタイルがねここのモスクにはなんと2万枚以上散りばめられているみたいです。でね、イズニックタイルにねチューリップの柄が、施されているものがちょいちょいあるらしいんですね。でなんでチューリップかっていうと、チューリップってねトルコの原産の花らしいんですよ。でトルコ語で、チューリップラーレっていうらしいんですが、ラーレをアラビア語で置き換えると、唯一神のねアンラーになるらしくて、それでチューリップの絵が、施されるようになったみたいです。そうだから今ねもうチューリップってね庭園とかでもチューリップをめがけてくるっていう人がいたんですが、結構ねムスリムの方が多いみたいで、宗教的なね意味があってチューリップをね見に来るっていう人もいるみたいです。多分今から礼拝の時間になるんですね。ということで私はもうそろそろ出たいと思います。お邪魔しました。お邪魔しました。今も結構ねああいう感じで日もちょっと沈んできてて、16時ぐらいになると思うんで、そろそろね違うところに向かっていきたいと思います。今ね、スルタンアフメトモスク見てきたんですが、こちらがねスルタンアフメトモスクになりまして、この下にはねめちゃめちゃいろんなね料理屋さんもあるし、お土産屋さんもあるしっていうような感じです。で今から私はねイスタンブールに、世界最大級の屋内バザールがあるらしいんですよ。でグランドバザールっていうらしくて、そこにね昨日ちょっとちらっとね見たんですが、今日ねじっくり、探索していきたいと思います。はい、かわいい。ほら鳥を取るお姉さん、溺れちゃうよみたいな、お姉さん落ちちゃうよ。
なんか強そうなグレーと黒のカラスみたいなの来ました。あれカラスですかね。ほらかわいい。はい、ちなみにね、ちょっと広場抜けて歩いてきたらこのような感じでね、普通に、路面電車がね通過している道路にたどり着きました。もうこういうね、路面電車もね、変わらずこのイスタンブールカードっていうのを作ればどこでも、チャージして行くことができます。クレジットカードでもね、機械端末を使って、チャージするんですが、日本語表記に翻訳することもできるし、クレジットカード払いでチャージすることもできるし、とてもね、簡単で親切な機械がいました。はい、何を言ってるのか分かりませんが、とりあえず便利でした。はい、今ねアザーンが鳴っています。はい、こういうお土産屋さんもちょっとちらっと一応見てみますか。ここはね本当に中心部のお土産屋さんなんですが、こんなよくわかんないキーホルダーがね400円以上しますね。100トルコリラです。でよくわかんないイスタンブールって書いてある長めの靴下が1本、90トルコリラですね。こういう食器のセットは650トルコリラですね。もうちょっとお高めかな。こういう可愛らしいちょっと軽めの陶器だね。これは225リラで売ってます。225リラ。そうそう、イスタンブールにはねこういう感じで至る所にねいろんな ATM があります。はい、なので ATM でね、キャッシングしたい時に困るってことはなさそうです。はいはい、今ねグランドバザールに着きました。はい、ここです。入り口出口は何箇所かあるんですが、もうすっごい大きいね世界最大級の屋内バザール、入ってみたいと思います。すごいね、今も入ったすぐでちょっとチカチカしちゃってるんでね、皆さん目が痛い痛いってなるかもしれないんですが、はい、右を見ても左を見てもどっかで見たことあるぞこれ、お、なんだこれってすごい高いんじゃないか、でもなんか質が悪そうだなみたいなものしかないんですね。はい、あ、ほらここからの景色すごいいいです。チカチカしてますがグランドバザールこのような感じになってます。ちょっとチカチカしちゃうんだけどね、グランドバザールはね3万7000平方キロメートルの、規模を持ちまして、約ね4000店舗も並んでるすっごく大きいね、バザールになってます。でね、今ね見た感じね、全部石造りになってるんですが、もともとはね木製で作られてたみたいです。なんだけど火災の影響によって石造りに建て替えられたみたいです。いやーすごいですね。ちょっと散策してみます。この雰囲気は大好きなんです。いろんな異国の人たちが行き交う歴史ある大きな巨大なバザールっていうような感じなんですが、なんかこれ可愛いなと思ってなんかチラチラ見てて値段を聞くとびっくりするわけですよ。私が今まで聞いてきた、観光地価格っていう価格の2倍だったりだとか、ゴールド金なんかもなんか私はもう詳しくないですがすごいなんかいいみたいですよ、トルコの金って。いろんなところでも見ますが、ナジャール・ボンジュのブレスレットとかキーホルダーとか、なんかこのチチンプイプイこすったらなんかが出てきますかなみたいなものもあります。はい、チカチカしちゃいますが、ここは布屋さんです。はい、値段は特に書いてません。ほらほら、ちらっと見せますがこういったものが多いんですね。ここも布屋さんですね。こういうなんか女性用のスカーフなんかも売ってます。生地はそこそこ良さそうですがよくわからないです。6個入りのチャイのセットが250トルコリラです。325トルコリラとかで 1.2 キロの茶葉が売ってます。はい、というような感じで私はすぐ出ました。はい、出るとスカーフが1枚200トルコリラとかで売ってますね。もう1000円しないぐらいで買えるならまあいいと思います。そうそう、こういう感じでね、なんかチャイをね結構売ってます。でね、私結構見るけどね、イスタンブールにドバイのチョコレートが売ってます。ドバイチョコレート、これすっごい美味しいらしいですね。そうそう、これがねクロネっていうものです。確か多分これは私初めて見ましたね。カチパラキログラム。8 OK。Yeah, こんにちは。800 your chocolate, right? Normally 1,100. 1,100? 1 kilo. Normal, not with sugar. I see. Yeah. If you want this with sugar. This 400. OK. tamam. Teşekkür ederim. Try, please. No, it's OK. なんか無料で食べさせてくれるみたいです。結構大きめにくれましたね。What is this? Pomegranate tea. いいんですか？おー、いただきます。YouTube OK？ 彼がね、ご馳走してくれました。いただきます。うまっ。ノーシュガー？ノーシュガーです。ステビアシュガー。ステビアシュガーが入ってるみたいです。このトルキッシュロコン。いただきます。トルキッシュロコン。
It's good. いやーショックだ。この人絶対私買わないって分かってんのにくれてんの。どんなにどんなに下げてくれてもね、やっぱねイスタンブールだと400 とかでしたね。Can I take it? Teşekkür ederim. Ne demek? Güle güle. İyi günler. 優しい。ここのお店紹介しとくわ。はい、ここねすごいねお兄さんたち優しくて、試食させてくれるんで来てみてください。だって私何も買わないって言ったのにくれたんだもん。トルコ人本当にそうなの。見返りを求めないなんかおもてなしみたいなのがね急に現れるから怖いんですよ。でなんかポモグラネートティーはこういう感じでザクロティーにステビアっていう多分甘味料が入ってるよっていうような感じです。ステビアは日本でもね人工甘味料として多分扱われてる気がする。なんかヨーグルトとかでよくステビアとかって見るからね。今いたのはグランドバザールっていうところです。見た感じほとんどがバッタもので値段はめちゃめちゃ高い。揃うものは全部揃うんだろうなっていうような感じでなんですが、本当に迷路みたいにね全部回ろうとしたら多分2日ぐらいはかかっちゃうなみたいな感じの規模でした。私はああいう感じのねバッタもたくさんのバザールはあんま好きじゃないんですが、他にねエジプシャンバザールっていうところが存在するんですね。そちらも有名なんでね今そっちに向かって歩いていきます。バザール周辺は本当にこういう感じで大混雑してます。はいはい、今ねエジプシャンバザールねここまっすぐ行ったら着くんですが、見てくださいこれ竹下通りみたいになってるの。ちょっとね行くのが嫌になっちゃうぐらいの人混みなんですね。結構通路が狭い分この道、両側にねいろんなお店が並んでるっていうことがあってめちゃめちゃ混んでるんですが、今から行くエジプシャンバザールっていうところはね昔から商業の中心地としてね栄えてた場所なんですね。でなんでエジプシャンバザールっていうかっていうと、エジプシャンバザール自体ができたのが1603年なんですが、18世紀頃からねエジプトから、持ってきた、スパイス香辛料が、多く売られるようになったことをきっかけにエジプシャンバザールって呼ばれるようになったらしいです。でこれについてよくよく調べてみるとねエジプトから連れてこられた黒人奴隷売買の地としてもう盛んだったみたいな感じ。そんな感じなんかよくわかんないスマホケースビトンっぽいスマホケースがありました。すごい人なんかここ見て、ほら向こうもすごい人だしこっちもすごい人なの。すごくない？私ちょっともう疲れてきた。皆さん楽しいけど疲れてきました。見てほらこの人混み。おーすごいすごい。ほらお母さん怒ってる。お母さんエジプシャンバザールはちょっとほら伝統的なナザールボンジュだとか、こういうちょっと石なんかもありますね。石1個20トルコリラ、石にも寿命があるのでねいつ取れた石かとかっていうのがわからない。あと人が使った石は絶対に使うなってお母さんに言われました。10トルコリラ、20トルコリラで水晶みたいなものが売ってます。こういうよくわかんない数珠がよくわかんないとか言っちゃダメですよ。数珠が15トルコリラで売ってますね。なんかアクセサリーが多い。なんか特にトルコっていうような感じのものは今のところあんまりないですね。あれで昨日はねちょっとだけアジア人の集団っていうかもう2人組を見たんですが、今日は1組もアジア人を見ていません。でもさっきのなんかお寺みたいな、お寺じゃないわ、モスクで中国人のツアー客を見ましたね。ただトルコ人は本当にねみんな優しいの。こうやってカメラ回してるでしょ。ちょっと嫌な顔する人が普通いるじゃない。私絶対なんだこいつって思ってすっごい睨むし絶対なんだけど、トルコ人の人はね本当にみんななんかニコってして映ってくんのね。これが多分エジプシャンバザールです。1603年から続く歴史あるバザールにやってきました。ここまでたどり着くまで長かった。この人だもんこれ。やばくね。向こうまで城塞みたいになってます。ほらまた石造りの壁がずらっと並んでます。でほらこういう感じでセキュリティがあるんですね。これ取っても取らなくても関係なくないですかっていうようなぐらい、関係ないです。これピーピーってなりますがね、がっつりピーってなったのに大丈夫でした。入ってきて右手にはこういう感じでスパイス屋さんがありますね。これは多分、さっきもらったポモグラネイトのティーですね。さっき飲ませてもらったのが1キロあたりこっちだと985トルコリラなんで結構高級なものだったようです。ここら辺は全部値段が書いてますがめっちゃ高い気がする。これチュルチヘラみたいなやつだけど1キロあたり380トルコリラですね。でこれ多分干し柿みたいなものと、アプリコットみたいなものでしょうか。干し柿。ジャパン。いやジャパン。干し柿ですね。こんにちは。こんにちは。ナススン。
İyiyim, sen nasılsın?やべでいいチャイが、だいたい1キロあたり全部1000トルコ以上しますね。で香辛料はだいたい平均して600トルコリラって感じでしょうか。はい、エジプシャンバザールはそんなに大きいイメージはないので、さらっと見てね、回れそうです。多分ここ十字路になってて4本の通路になってるのかな、よくわかんないですが、あほらほらチチンプイプイこすったら、願い事が叶っちゃうかもしれないよっていうようなものがあります。そうあれがね多分ステビアっていう甘味料が入った、ポモグラネートティーとかがあるティーなんですが、普通にスーパーマーケットとかでも売ってます。でスーパーマーケットの方が安いです。ここね135トルコリラって書いてますが、スーパーとかだと100トルコリラしないです。はい、バザール行く前に1回大きめのねスーパーマーケットとか行った方がいいかもしれないです。あここなんかいろんな人がいるから、なんか私もどさくさ紛れて入っちゃおうかな。でこういうのは多分パフュームみたいなものですね。ナチュラルな匂いがしますよみたいなものが売ってます。100トルコリラ、150トルコリラ、135トルコリラっていう3段階の値段表記で分かれてますが、何が違うんでしょうか。こういうドライフルーツは意外と高いよね、どこの国も。1200トルコリラ、1800トルコリラとかっていうのが普通にあるので、天井はこのような感じ。なんだか美味しそうな天井になってます。ほらエジプシャンバザールは品がよろしい。こういう感じでちゃんと値段表記がしてあるの。75トルコリラで、こういうブレスレット、これ普通ですね、普通の値段で、ちょっとゴージャスめのやつが30トルコリラですよ。ちょっとだけゴージャスなのが150トルコリラですよみたいな感じの値段表記ですごい分かりやすいです。一応こういうお高めなところに興味を引いている方もいます。Normal tempo, you know, regular. I know exactly what you mean. はい、このような感じでした。エジプシャンバザールでした。今回ねバザール編はね本当にさらっとなっちゃいます。でなんでかっていうと、大体売ってるものっていうのが今までのトルコ編で紹介してきたようなものなんですね、ほとんどが。だから特にここでしか買えないものとか、珍しいものっていうものが特にないんですよ。なのでバザールはさらっと回らせていただきました。なんですが個人的にねエジプシャンバザールめちゃめちゃ楽しかったです。一旦ちょっとね、お昼ご飯夜ご飯よくわかんないご飯を食べに行きます。おそらくここでしょうか。ここです。やっと着きました。さっきのところから10分ぐらい歩いて着きました。読み方はよく分かりませんが、昨日からピラフが食べたくてしょうがないのでピラフ食べに行きます。お邪魔します。Merhaba. Hello. Hi. Yeah, pilaf. İstiyorum pilaf. Yeah. Teşekkür ederim. Is it chai? Yeah. Yeah, chai. Yeah, istiyorum chai. Bir chai. Ben Japonya. はいはい、今ね、ご飯ね持ってきました。ピラフとあとよくわかんないこれラムなのか牛なのかね、多分牛ですね。牛とあと豆が入った食べ物とあとチャイ1個、頼みました。で合計が330トルコリラでした。はいはい、それではちょっと変なアングルですがいただいていこうと思います。ご家族がすごい爆笑してくれてんの。じゃあちょっとトルキッシュチャイいただきます。いただきます。いただきます。かわいい。ござる。ちょっとね一応体のことを考えて私お肉からいただきます。豆とお肉でね炭水化物からというような感じで結構あっさりしてるかも。はい、いただきます。多分牛すじだ。猫が来ました。トルコあるあるなんだけど猫が来るんです。こんにちは。必ずこういう旅館にはね猫が住み着いてるので、多分いろんなものを、食べさせてもらえたりとかおこぼれをねもらえるんでしょうね。なんてちょっとピラフいただきます。ここはめっちゃあっさりしてますよ。こんな感じで、ゆっくり食べていきますね。はい、ここでゆっくり食べて、で次ね行きたいところがあるんでそこに向かいたいと思います。はい、ではゆっくり食べていきます。
はい、今ね食べ終わりました。ほとんどもう下げられちゃったんですからね、チャイだけ今ね最後に飲んだというような感じです。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、今ね食べてきました。でね、ここの通りボチャパシャっていう通りなのかな。ここの通りにはねすごいいろんな飲食店がずらっと並んでいて、そんなにお高めすぎない価格で食べれる、料理屋さんがたくさん並んでます。ここ結構おすすめです。はい、今から私はねガラタ島っていうね、こっちのイスタンブールのモニュメント的な存在の塔があるんですね。歴史的なガラタ島はね今いる旧市街からちょっと離れていて、新市街っていうところにあります。で旧市街と、新市街をつなぐガラタ橋っていうブリッジが橋があるんですね。でそこの橋を徒歩で、渡ってでガラタ島まで行きたいと思います。ここからおそらくね3、40分歩けば、ガラタ島に着くんですね。なんかちっちゃめのスクランブル交差点みたいな感じの雰囲気が出てますなんですが、私はこの雰囲気嫌いじゃないです。赤でもなんかみんなすぐ渡っちゃうから私もついていこうかな。ほら車が強引みたいな感じで映ってますが、赤で渡ってる私たちが悪いんですよ。ほらトラムもすごい、車もすごい、人もすごい。で上にはねほらカモメもすごい、すごい量のカモメが飛んでます。ほらすごい、バスもこれ大渋滞です。大渋滞。ほら向こう側大渋滞ねえ、このような感じです。すごい。100g あたり60トルコリラ、500g あたり300トルコリラっていう感じで、栗が売ってます。焼き栗です。すごいいい匂いがする。こっちにはね釣り人がたくさんいます。何かが釣れるんでしょうね。何か釣れてるのか見てみましょう。お邪魔します。おじちゃんに今ノーって言ったら見せてくれるみたい。おーgüzel çok güzel。teşekkür ederim。すごい釣れてましたね。すごい釣れるんだ。あれを投げるんですか。おじちゃんが投げました。おーっと釣れるでしょうか。ほら釣れた魚を狙って猫がいます。あらららららら。この人もビョーンって投げるんですね。これに私のなんかまぶたとかが引っかかってずーっと起きてないとダメになっちゃうとかなったりすんのかな。小学校の時にねなぜか私釣りにハマったんですよ。びっくり。釣りの餌が私のところに飛んできました。今ピューンってやって多分抜けてたんだろうね。そう話の続きなんですが、小学校の時にね私なぜかねエビを釣ることにハマったの。小学生で仲いい男友達がねちょっと釣り大好きなお父さんを持ってまして、でそのお父さんと絡んでたからなんかそういう影響を受けたのかなって今では思うんですが、なぜかお母さんに釣り具を買ってくれってねだったんですよ。で泣く泣くお母さんがねなんか大きめのなんかそのセットみたいな安めのセットみたいなやつを買ってくれて、それ1週間でね飽きました。ここいいな。なんかすごい寒いけどすごいいいです。でトルコの国旗もいい感じでなびいてます。なんか落ち着く。なんだろう、私トルコのおじちゃんといると落ち着く。なんでこういうところにね一応イスタンブールカードで通れる改札がありまして、で中からね抜けるとこういう感じで、船に乗り込むことができまして、対岸沿いの新市街エリアとかね、アジアエリアの方に行くこともできるみたいです。そしてすごい人がここから肉眼でも見えますが、これがねガラタブリッジですね。でね向こう側でね、大きなこれガラタ塔っていうね、モニュメント的存在の、大きな塔になります。今から向こうに向かって歩いていきます。おそらくねこれがね150トルコリラ、現金で支払って周遊できるクルーズ船になります。これがね1時間に1回の、頻度で出発してるみたいですよ。すごい。ほらこういう感じで改札があるんですよ。ここを通って行けると。ほらコーンかじってるおばちゃんもいます。ほら美味しそう。今皆さんがご覧になっているこの、ガラタ橋なんですが、金閣湾に架かる賑やかな橋と言われています。で今いる私の旧市街と向こう側のねガラタ島がある新市街をつなぐ全長490メートルの橋になってます。で初代の橋はね1845年に開通して、その後1992年に火災でなくなっちゃったみたいなのほとんどが。で現在は1994年に完成した5代目の橋となっています。でこれね見ていただければ分かるんですが、上下2段構造になってるんですね。で上層が車道とか歩道になっていて、下層がね、レストラン街みたいな感じになってるんですよ。
はい、下の飲食店は帰りに通れたら通ります。ほらほらほら、ああいう感じで普通に路面電車も走ってます。で歩道があって、で隣がこういう感じで車道になってるんですね。ほらタクシーが通ってます。トラムなんかもね今みたいに行き来してるんで本当にすごい広いですよ。全長は 490m、 横はおそらく 20m、 25m、 そんぐらいあるんでしょうか。みんな普通に歩いてますが、私すごい面白い光景だと思うんだけど、おばあちゃんも釣ってる。ほら釣れてます、釣れてます。これは餌なんでしょうか。ほらなんか釣れてる。これ今日の夜ご飯なんですかね。雪降ってきてもおかしくないような服装してますみんな。今ねここまでがね、旧市街から新市街までのガラタ橋のエンドでございます。エンドでございます。そして向こうにガラタ島が見えるので今あそこまで歩いて行ってみます。ちょっと日がね落ちてきちゃったんで私の顔も見えなくなってくると思うので、日が落ちたら景色を楽しんでくださいというような感じです。ここにはバス停がありますね。ほらバス停で待つ人々。はい、今ね地下通路を通ってみたんですが、地下通路にこんなにぎっしりね家電のお店とかがたくさん並んでます。てかほぼっていうかもう全て家電のお店ですね。スマホケースが売ってたりとかパソコン、いろんなね三脚だとかいろんなものが売ってます。面白い。今ねもう新市街の方に入っているんですが、新市街はね旧市街よりもかなり、坂が多いと最初にお伝えした通り本当に坂がめちゃめちゃ多いです。で今私がここ登ってきたところもまあまあな坂でしたね。で今から私はねここの階段を登らないといけないわけです。ここの階段を登って少し歩くと、ガラタ島に行けるんですね。はい、今ねこの階段登ってきましたが、これをまっすぐ行くんですがね、はい、まだ坂ありました。まあまあ急な坂ですね。暑い。そういえば多分昨日私ここの通り新市街から旧市街に行くまでに通りましたね。キャリーケースなんかは本当に大変そう。ほら石畳なんでキャリーで旅行する方なんかは新市街エリアとても困難だと思います。全てがちょっと高い。もう大きい声出ちゃった。ガラタ島ありました。いきなり出てきたからびっくりした。びっくり箱みたい。はい、今ねガラタ島の真ん前に着きました。もしかしたらね壁で撮った方がね綺麗に撮れるかもしれないんですが、今ね下にずらっと並んでる人はねガラタ島に登る人たちです。私は見るだけでいいんですが結構夜のライトアップがすごい綺麗です。でこのガラタ島について、説明するんですが、最上階にはねこの一番上にレストランがあるみたいなんですよ。お高そうな高級レストランな気もしますが、で夜はねこういう感じでライトアップされていてとても綺麗で、登るのにはユーロだと30ユーロっていうような感じですね。でここはね14世紀1348年にジェノバ人によって建設されました。で、石造りでねこれは9階建てになってるみたい。9階建てで高さがねなんと 66.9 メートルあるんだって。でこの塔はねビザンチン帝国時代に監視塔や刑務所として使用されてたみたいで、オスマン帝国時代にはね火災観測所としても、機能してたみたいです。でこのねガラタ島のガラタってイタリア語に由来してるみたいで、イタリア語でねガラタって銀行屋とか金貸しを意味するらしいんですね。でこういったことからこの土地がね、かつて商業とか金融の中心地だったことを示しているんじゃないかと言われています。はいとこんな感じでした。もう結構暗くなってきたのでね、さっきのねガラタ橋を通って旧市街の方に戻りたいと思います。今ねまたこのブリッジに来たんで、さっきはね上を通ってね釣りのおっちゃんたちを眺めて感じだったんですが、下の方を通って旧市街の方に戻りたいと思います。上はすごい人だったけど下はそうでもない。ここら辺のレストランは結構お高めだと思うんですけど、こんなのある？なんかほらワイングラスがさ逆さまになって待機してるんですよ。今すぐ飲み上がれっていうような感じのスタンスなんでしょうね。はい、特に何も見どころはありません。ただなんか美味しそうに食べてる裕福そうな人たちを見ただけでした。飲みたい飲みたい飲みたい。はい、今再びね上の方に登ってきましたが、はい、おじちゃんたちまだ釣りしてます。モスクとねおじちゃんを眺めてます。おそらくあそこら辺からタイミング良ければね
船に乗りたいと思います。はいはい、ボートの目の前まで来てるんですが、今がね18時40分なんだけど、20分後19時にちょうど出発するみたいなんで、乗っちゃいたいと思います。で一応ね1回の乗車、150トルコリラです。はい、それでははい渡しました。それでは乗っていきたいと思います。ボート自体はそんなにめちゃめちゃでかいっていうわけではないですね。1階になんかバーみたいなところがあって、2階層っていう感じです。2段階層。これ上行きたいんだけど、上行けるのかな。こういう感じで売店みたいなのがあります。はい。で2階で見たら、座りながら外で見れますよみたいな感じですね。多分私は今日帽子が飛ぶ予感がします。いい席があれば外のところで見たいですが、あそこにしましょう。はいと着きました。19時4分からの出発らしいんですよ。で1時間半って言ってたんで、戻ってくるのが8時半ですね。はい、結構こういう感じでね、いろんな人が、乗ってます。1階にもね、多分人が多く乗ってるんだと思うんですが、2階はこんだけ埋まってるってことはほぼ満だと思います。ガラタ橋だ、ガラタ橋。はい、ガラタ橋にかけて船が、はい、過ぎ去っていきました。そしてね、向こうにちょんって飛び出てるのがガラタ島ですね。さっき行きましたね。今ね、新市街の方からアザーが聞こえてます。はい、で今続いて見えてきたのがね、ドラマバフチジャーミーっていうところなんですけど、オスマン建築のモスクでね、1853年から1855年にかけて建設されたところです。で1948年から1962年まで海洋博物館として利用されてたみたいで、その後ね1966年にモスクとして、再開されたみたいです。はい、ここの綺麗なね長方形のなんかケーキみたいなのはフォーシーズンズホテルみたいです。はい、おそらくここでね U ターンしてまた旧市街の方に戻るんだと思います。ここがね7月15日の殉教者の橋っていう橋です。はい、こっちがねアジアエリアなんですが、旧市街よりのアジアエリアは結構こういう感じでキラキラしてます。今画面中央に映ってる乙女の塔っていうね塔があるんですね。旧灯台になってるらしいんですが、前世紀4世紀に税関として建設され、その後灯台や防衛塔として使用されてたみたいです。でビザンチン時代には防衛施設として、オスマン帝国時代には監視塔や検閲所として機能してたみたいです。で2023年に修復されて、現在は観光名所としてなんかね、中にレストランとかも併設されてるみたいです。レストランって博物館だったかな、なんで乙女の塔っていうのかっていう由来を調べたところですね、ビザンチン皇帝の娘にまつわる伝説に基づいてるみたいです。皇帝は娘が18歳の誕生日に毒蛇に噛まれて死ぬっていう予言を受けたんだって。でその予言を現実にしないために、彼女を守るためにね会場の塔に閉じ込めたらしいんですね。なんだけど果物のカゴに隠れてた蛇に噛まれて結局死んじゃったみたいなんですよ。でその予言が現実となっちゃったっていう悲しい現実がある乙女の塔みたいです。ちょっとね本当にちっちゃくて全然映んないから、本当に日中に来た方がいいかもしれないです、もしかしたら。はいはい、今ね、ほぼ到着したんでね、ちょっと最後はね、船がどうなってるかっていう探索したいと思います。進行方向こんな感じ。もう今全然人がいない状況なんですが、やっぱりね、左側にみんなこういう感じで寄ってますね。で私が座ってたのがこっちっていう感じで、ちょっと一回行ってみましょう。一回はい、階段降りますと、一応トイレもあるんですね。はい、トイレもありまして、2階何だったんだろう、めちゃめちゃ寒かったんだけど、1階カフェみたいですごい快適でした。だからだ、半分ぐらい、中間ぐらいになってからね本当にいなくなっちゃったのよ、みんな。なんだ、半分ぐらいから私ここにいればよかったのにずっと上で凍えてました。よし、降りますよ降りますよ。はい、帰りましょう。日中あともう1回ね乗ろうかなって思ってたんだけど、結構ね飽きちゃった、私中間ぐらいから。はい、私は集中力がないので飽きました。でひたすらね、死んじゃう、凍え死んじゃうよって思いながら
はい、2階の一番寒い位置に座ってたんですよ。そしたらインド人っていうね男の人がなんかいきなりカメラ向けてきて、で何っていう顔をしたの。そしたらさ「OK?」って言われて「ノーでしょ」みたいな。なんで私をなんかいきなりここら辺で映すのよ。なんかツーショット撮ろうとしてんのよ。で何人っていきなり聞かれて、ジャポニアだけど何みたいな。凍え死んでる中インド人にめっちゃ絡まれるっていう最悪な感じだったんですね。はい、でもねすごいね面白かったです。ちょっと寒くなったら1階に行けば結構暖かいんで1階に避難しましょう。はい、というこんな感じでね、今回はねもうホステルに戻ってゆっくりしたいと思います。まだねトルコのねスイーツだとか料理だとかを食べるっていうのと、あとアジアエリアを回る、あとはもう新エリア一部しか今日行けてないので新市街を回るっていう感じで動画1本か2本にまとめていきたいなと思います。今後の動画そんな感じでね、今回ねイスタンブール主に旧市街編、楽しんでいただけたでしょうか。少しでもいいなと思ったらグッドボタンお願いします。でチャンネル登録もお願いします。最近はねもう毎日インスタグラムでストーリー載っけてるんで、よかったらそっちもねインスタもフォローしてください。それではまたsorry, いや YouTube. Oh, hello. Where are you from? From Japan. Japan. Yeah. Good. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. Good. はいはい。なんか今すごいびっくりしたんだけど、YouTube をフォローしてくれました。大家族でした。サウジアラビアから来たるなって。はい。私なんかサウジアラビアについてよくわかんないから、イエーイリッチピーポーとか言っちゃったんだけど、最悪。最後の最後にすごい楽しい感じで終われたので、私も、最高に、今日はぐっすり眠れそうです。夜ご飯はねホステルで自炊します。そんな感じでねちょっとねゆっくり回るっていうことが今回ねできなくて、結構忙しい動画になってしまったんで皆さん疲れたと思うんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、次のイスタンブール編でお会いしましょう。またねバイバイ。